私はもともとトライアスが好きで、ゲーム業界に入る前から本当に知ってる会社でバルキリープロファイルとかね、そうですね、もちろんこのスターオーシャンもあるんですけど、弊社社長の五反田が温めてきたタイトルなんで失敗できないなっていうプレッシャーはすごくありましたね。五反田さんの作家性をものすごく強く感じた出来事というか、アスター4号星はこういう方角にこういう速度で自転しているので、これが五反田さんからいただいたプロットです。厚み比べるとこんな感じ。いやでもそんなにあるんですか。皆さんどうもこんにちは、安本博樹です。スクエニの作り方、今回はスターオーシャンシリーズの最新作スターオーシャン6ザ・ディバインフォースを題材として、トライエースよりプロデューサーの向井峠慎吾さん、そしてディレクターの荒川健太郎さん、そして小説家のね、シナリオの方でいろいろ力を貸してくださいました和賀原聡さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。まず向井峠さんからちょっと自己紹介していただいてもよろしいですかね。トライアスのプロデューサーの向井峠慎吾です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。トライアスのディレクター荒川健太郎です。よろしくお願いします。お願いします。今回シナリオを担当させていただきました、小説家の和賀原聡です。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、というわけでございますが、スターオーシャン6ザ・ディバインフォースはスクエアエニックスとトライエースによる RPG ロールプレイングゲームスターオーシャンシリーズの最新作でございます。先進文明と未開惑星それぞれの主人公の目線で壮大な星の海の物語が描かれます。ナンバリングタイトルの6作目にあたる今回は、そんな前1996年の第1作から数えて25周年記念作品となっていますと。本日は実際に開発にね携わってくださったお三方をお招きし、本作の制作過程に関するお話を伺っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、25周年なんて言えばいいんでしょうね。自分が年を取ったことに若干絶望もするんですけどそんな前でしたっけか。20歳の時か。僕小学生でしたね、最初の時は。20歳の時にまだスーファミでしたっけか。スーファミですね。人文幹部になってきましたが、ちょっとユーザーからのメッセージも届いてるので、ちょっとユーザーのメッセージいきましょう。強くなりたい誰よりもさんからのこちら感想ですね。物心がつき始めた頃に母が応募はがきがもったいないからと応募した雑誌の検証でいただくという形で、お奇跡ですね。スターオーシャンと出会いました。スーパーファミコンの時代です。それから新しいスターオーシャンが出るたびに次世代ハードごと購入してきました。いいですね。人生の節目に現れては手を引き背中を押してくれる、私を生かし続けてくれているタイトルです。大変なことになっております。すごい。人の人生をありがたいですね。そうですね。ありがとうございます。でも一番楽しいゲームに関しては一番楽しい時代を生きてらっしゃる方です。多分俺とかとあんまり変わらないのかも。僕よりちょっと下ぐらいかな。スーファミ、プレステ、プレステ2、プレステ3全部経験してる。そうですね。一番楽しい世代ですよね、ある意味。ちなみに和賀原さんはスターオーシャンとの関わり方ってどうだったんですか。僕はそうですね、関わり方という、まさに完全に一緒ですね。もうこの、僕はさすがに応募で検証でもらったわけではないですけれども、もう分かるとしか言いようがないスーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2と順々にやってきて、ずっと楽しんできて、そうですね、まさに私を生かし続けてくれるタイトルってのはもう誰よりも同意できる。さあ、というわけで、こうやってユーザーの皆さんからも愛されて25年という素敵なタイトルでございますが、改めてお三方が本作スターオーシャンシリーズ、スターオーシャン6とどのような関係なのかを伺っていきたいなと思いますが、向井峠さんとしてはどういったポジションになるんですか、この作品に対して。今回はプロデューサーとして、スターオーシャン6の全体の統括をしてました。ナンバリングタイトルとしてそのスターオーシャン6に関わるというのは今回初めてなんですよね。ナンバリングは初めてです。私はもともとトライアスが好きで、もうゲーム業界に入る前から本当に知ってる会社でバルキリープロファイルとかね、そうですね。もちろんこのスターオーシャンもあるんですけど、バルキリープロファイルは僕もちょっと火力強めのオタクなんで、そうですか。その話題が出るとムラッとしてしまうんですけど何回ボイドエクストリームを打ったかっていうでも紆余曲折あって、トライアスに入ることになってっていう感じの経緯ですね。でもじゃあ好きなゲームを作ってる会社で入ったってことなんですね。そうですね。でもそれも幸せなことですよね。でも大変ですけどね、好きが仕事になっちゃう。いや本当大変です。僕今までスターオーシャンシリーズの担当は、アナムネスちょっとお手伝いしてたぐらいなのでなかったので、いきなりそのメインタイトルのプロデューサーご拝借いただくとはね、全然思わなかったので、でもすごいプレッシャーはありましたけど、すごいやりがいがあるので
良かったと思います。さあそして荒川さんは今作のゲームの中身の統括ですね、中身のクオリティに関して、統括していくというか、そういう形になりますね。トライエースの看板タイトルという先ほどねお話を先ほどもしましたが、荒川さん自身もやっぱりプレッシャーはあったんですか？そうですね、初めてここに入って、ディレクターねって言われた時には五反田がずっと育ててきたタイトル、弊社社長の五反田が温めてきたタイトルなんで、なかなか失敗はできない、どのプロジェクトでもそうですけども失敗できないなっていうプレッシャーはすごくありましたね。でも5からもう大幅に変えようっていうのは荒川さんの狙いもあったんですか？一番最初の企画書を渡された段階から VA とかそういうシステム自体はもう書かれていたので、あと他のものに関しては、アイテムクリエーションだったりプライベートアクションっていうものっていうのは、引き続き入れ込むけども他のシステムに関しては一回全部見直しかけようっていうことは最初から考えてありました。なるほど。じゃあもう今までのものとは全く違うものになるなっていうのはもう結構入り口の段階で分かってた、そうですね。アクション性もだいぶ強めになるだろうっていうのはやはり予想できたので。そしてトライエース受けられたのはやっぱりスターオーシャン2とバルキリープロファイルがあると。そうですね。ただあれなんですね、ここを受けるっていうのは前の会社の上司から紹介されたんですけども、その時にこのトライエースという会社を知らなくてですね、友達にこのソフトをやりなさいって言われて VP1 と SO2 を渡されて、いい趣味です友達で VP の方にハマって、これはちょっと受かりたいなっていう形でこう受けて入ったという形です。入所動機のところに死の先を行きたいからって。いやそれは違います。さすがに書かなかったです。エンフェリアかっこシャイになりたいですというわけではないですね。そうです。わかりました。それで若原さんはこの作品の関わり方はシナリオだとは思いますけども、はいシナリオを一から担当させていただきまして、ナンバリングというか、そもそもこのコンシューマーゲームのシナリオを手掛けるのが全く初めてのことだったので、スターオーシャン自体にはこのアナムネシスの第2期って言っていいんですかね、からやらせていただいたんですけれども、そうですね、やっぱり物語を書くということは一緒なんですけれども、やっぱ規模が違ったなと。そうですね。規模そして選択肢が規模も選択肢もないのかもしれない。でただ僕もそんな今の荒川さんのお話じゃないですけど、セカンドストーリーをメモリーカード何枚潰したかわからない、バルキリープロファイルもボイドエクストリーム、ギルティブレイク、若本さんですねこれが俺の最高の技だねやつですねもう打てば響くってまさにこのこと、ね、もうそれこそお前の顔も見飽きたぜとアリューゼに言われながら何回やったかわからない生粋のトライヤ信者なので、本当に月を仕事にするっていうのは確かに大変なことではあったんですけれども、とにかく嬉しく楽しく仕事しておりました。シナリオの段階だとどうなるかじゃ分かってなかったわけじゃないですか。実は飛べるんだぜとかいやでももう僕のところに来た時点ではなるほど、さっき同時進行でってお話もありましたけど、割とその大枠はかなりがっちり決まっていて、例えばそのどこまで話していいのかわからないですけど、例えばそのデュマの性能がどのタイミングでこれがこの機能が追加される、どのタイミングでこの機能が追加されるというのはかなり僕のところに来た時点で厳密に決まっていて、じゃあそれは結構シナリオに織り込まなきゃいけないってことですもんね。そうですね。ただ多分後で話すことにもなると思うんですけど、もう僕のところに来た時点でその五反田さんのプロットというんでしょうか、シナリオになる前の原作がものすごい量で、そういう特に SF 周りのシステム周りの設定もかなりしっかり固まってて、で設定がしっかり固まってるってことはやっぱり五反田さんが書かれてる時点で、その周りのもうやっぱり濃密に設定がつけられてたんですね。なんで実はそれほどそのシナリオを作るにあたってシステムが強く何か影響したとか邪魔になったとかいうことはなかったんですね。だからむしろさっきからちょいちょい小説家っていう紹介をさせてもらってるんですけど、小説を書く文脈と、脚本を書く文脈っていうのはそもそも違うし、しかもそれがゲーマーがこうやってコントローラーを持つゲームっていう風になるんで、ゲーマーをコントローラー持ったまま退屈させちゃいけないじゃないですか。ボタンを押す、プレイをするっていうことに関してかなりなんて言うんでしょう、だからダラダラとしたイベントは作らない、
みたいな、むしろそういうところでまあ悩みもあったし挑戦もあったっていう感じですね。テンポ感だったり爽快感だったりとか、はいはい、まあ、ゲームには必要ですもんね。だからその戦闘シーンの爽快感がやっぱり肝にもなってたんで、もちろん必要なことは言わなきゃいけないんですけれども、やっぱそこをただシナリオをダーラーって流してその爽快感を潰すようなことはあっちゃいけないっていうことはかなり最初の段階から言われてましたね。だからそういう意味でも新しい、そもそもゲームのシナリオっていうものに挑戦するのが新しかったし、そういうところでもまあ悩んだし考えたし挑戦もしたっていう感じですね。いやでもいいですね。でも自分が好きなもんだからこそ思い切って踏み込んでみるっていうのも勇気があるけど、でも楽しくワクワクもしそうですね。いやもう本当にオラはワクワクすっぞっていう強敵と対峙してみたいな、ずっとそんな感じでした。そうです。今ねいろんなお話されてる中でちょいちょいお名前も出ておりますが、スターオーシャンといえば何度かお名前が挙がっておりますが、トライエース代表取締役社長の五反田義治さんが欠かせないと思いますが、今作の開発ではなんか関わってらっしゃる部分は他にもあるんですか、プロット以外に。そうですね、まあ、メインはそのプロット制作と、あとそのベースの企画、で五反田っていうのは本当にその設定とゲームの企画のその遊び方とかいうのを最初にこう結びつけて結構考えるので、まあ、デューマの設定とかは初めからその設定としてありましたね。なるほど。でそれ以外にも初期の頃からプログラム面でかなり技術の根幹になっているエンジンの制作とか、そういうところの統括指揮を今作でもやっているって感じです。まだ最前線でプログラマーとしてもやってらっしゃる。やってますね。すげえ。社長だからもうこうなんだと思ってます。いやそれは全然ないと思う。全然やってくださるんですよ。むしろエンジニアって感じです。すげえかっこいいな。そうなんです。最前線でまだ社長がやってくださるのいいですね。はい。ありがとうございます。でもまあ皆さんが作ってくださったのがやっぱゲームが好きな方たちが作ってるゲームだからね、そういうゲームってやっぱ僕自身もやってて感じるものがあるんですよね。ゲームオタクでゲーム好きな人がやってんなっていうのがあるじゃないですか。ワクワクするんですよね、それ見つけると。さあ、スターオーシャン6の開発に関してももう少し掘り下げていきたいと思います。今作で特に力を入れた箇所や開発で印象に残ったエピソードがあれば、いろいろお話ししていただきたいなと思うんですが、これは荒川さんからお伺いします。荒川さん、何かこれは結構パンチ効いてたぜっていうのがあれば。そうですね、まあ、先ほども言った通り最初の企画書から VA っていうシステム、空中へアクセスするっていうシステムがありますんで、今までスターオーシャンってジャンプすらない状態だったので、それを飛び越えてですね、完全に高速移動でジャンプするっていうジャンプどころの騒ぎじゃなくなりましたからね。システムが入ったことによって、もうこのおのずとマップ自体は広くしなきゃいけないんですね。で今まで本来だったら歩いて壁の後ろって何も見えないはずなんで、絶対作らなくてもよかったのが、飛び越えてしまうので裏を作らなきゃいけないと。なるほど。そうするとですね、作業量的にはもう倍以上作業がかかってしまうと。ただ作るだけではなくて、ちゃんと裏側の整合性とか街の形の整合性まで全部作らなきゃいけないので、まあ、そこがだいぶ苦労したなっていうところですね。しかもせっかく飛び回って、ね、ユーザーが遊ぶことを考えたらちょっと隠し要素だったりとかもいろいろ入れ込まなきゃきっといけないじゃないですか。せっかく作った以上 それ考えるのも大変ですね。そうなんですね。レベルに、レベルというかそういう配置物に関してもやはりもうそういうシステムがあるんだから、ユーザーが期待するよね、行きたいところあるよね、じゃあ行ったところには何かご褒美を入れてあげた方がいいよねっていう。絶対隠しの宝箱あんでしょと思いますもん。そういうところはなかなか大変でしたね。はい、そしてスキルツリーも新しくなってると。そうですね、こちらに関しては、他のゲームでも採用されている部分ではあるんですけども、やはりユーザーにとってどういう方向でそのキャラクターを育てるかっていうのが決まってなくて、そのユーザーの自分でどういうふうに育てたいかっていうところっていうのは一部悩ませてあげる、楽しい悩み方をさせてあげるっていうのは重要かなと思って採用しましたね。スキルツリーもね、確かに今いろんなゲームそうな、一番元正しはなんだスフィア版とかもそうだけど、そうですね、視覚的に分かりやすいっていうのが、でももう当たり前といえば当たり前なのかもしれないけども、やっぱ直感的に遊べるから僕は好きなんですけど、これも僕はすっきりしてていいなと思いますが、先ほどの VA こちらのお話、実際僕もちょこっとだけまだがっつり遊べてないんですけど、ちょこっと遊んだ時に移動してるけどそのまま索敵もしてそのまま戦闘にほぼシームレスになだれ込むじゃないですか、これって大変なことなんじゃないのかなと。そうですね、今回サプライズアタックって言って、突然敵に突っ込んで、敵が気づいてない時に攻撃することで、スタート直後すごく有利な状態になるんですけども、今までってそろそろ歩いてって近づいて敵を攻撃してやったっていうんですけど、VA っていうのをドーンっていっちゃうんで、
こちら見てなきゃいけるでしょみたいな形になってくるんで、そこもリアルタイム性がやっぱ強くなってるんですけども、そこのバランスっていうのはちょっとなかなか考えなきゃいけなかったですね。圧倒的にそれで有利すぎてもダメです。そうじゃないとなんですね。その VA のサプライズアタックじゃないと話にならなくなっちゃったらおかしな話ですよね。そうですね。なのでカジュアルにサプライズアタックが取れる形にしてますね。シンボルエンカウントのゲームっていうのはもう今当たり前のように、昔はなかったけど今当たり前のようになりましたが、それに対してまた一個踏み込んだ遊び方で僕はちょっと楽しいなと思いました。これはさあ、その VA に関してユーザーからも質問が来ています。ちょっといきましょう。カズさんからの質問。今作の目玉 VA はどういう経緯で生み出されたのでしょうか。とても快適に楽しく戦闘ができていますので気になりました。ある意味革新的な戦闘システムだと思っています。刺さってますね。よかったですね。さあ、こちらの方はじゃあちょっとお伺いしていきたいんですが、これも荒川さんにお伺いした方がいいのかな。自分がもうこのプロジェクトにアサインされた段階で企画書の方には VA っていうところと、VA からの急激な角度変更、はいブラインドサイドっていうものに関してはもう目玉として設定をされていましたので、もうそこに関しては則本が考えて企画書に埋め込んだっていうところがスタートとなります。もうだってね、ロープレ今までのよくあるイニシエのロープレだと、旅をして仲間を集めて乗り物を得てやっと空飛べるみたいなところがもう己が飛ぶっていう、そうですでもあれ感覚的にはすごく気持ちよくて僕も好きですけど、さあ他にも一見目立つ箇所ではないもののこだわったシステムなどがあったら教えていただきたいんですが、何かありますか、こういうのは。そうですね、今作は久しぶりにゲーム全体を通して遊べるミニゲームっていうものをちゃんと入れましょうということは、初期から考えていましたので、今回 SOA っていう、SOA と書いて SOA ですね、というミニゲームを用意しました。SOA 自体はですね囲碁の簡易版である順碁とか、あと小学生だと分かるかもしれないですけどポン抜きゲームっていうところをベースに、パラメータ必殺技、あと役割っていうものを用意して構築したゲームですね。単純には敵のキャラクターを挟んで取る消すっていうことなんですけども、場にいるキャラクターの総数、攻撃力総数分だけ毎ターン攻撃相手にダメージを与えるっていうシステムなので、当然置いていけば置いていくだけ強くなるんですけども、相手もいっぱい置いてくるのでこちらのダメージも大きくなってしまう。なので挟み込んで敵の数を減らしたりとか、特定の役割でスキルとして相手を消したりっていうことをやって戦うゲームとミニゲームとなっていますね。こういう要は新しくアナログゲームを作るような感じじゃないですか。アナログゲームってもう出尽くしてるじゃないですか、めちゃめちゃ大変じゃなかったですか、これの01は。そうですね、ミニゲーム自体は複数の案が出てたんですね。例えばバーニーレースのもうすごいやつ作ろうぜみたいな話もあったりとか、コンセプトは本当のバーニーレースを見せてやるっていうあったんですけども、見たかったな。すごく作るのが大変で、そうですね、そうでしょうね。最終的には香水やら何やら、あと今回その過去作のキャラクターたちのそのモデルとかをこう使ってコマにして使っていますので、リソースやら何やらいろいろ鑑みて今回これが決まったと。最初これ自体は最初から案としては出てはいたもので、はい。でもシリーズファンとかでもね、このキャラだっていうのがちょっと嬉しかったりもしますからね、こういうの嬉しいサービスな気がしますが、さあ開発に関するお話を、だいぶ伺うことができたと思いますが、新しいシステムの追加などを実装するにあたり意思決定をする上で開発内でも意見が分かれたりすることはあったのではないでしょうかと。これはなんか机さんもいらっしゃるし、いろいろあったりもしたんですか、これは。そうですね、先ほども座組的なもので当然うちの五反田則本、当然プロデューサーの向井峠、あとスクエニさんのチームもいますので、もう三者三様を超えた、意見の出ようという形で、プラス当然開発のメンバーもすごくこだわりを持った人間が多いので、ああしろこうしろ、このシステムはこうすべきだっていうのが全てですね私に集中をしまして今プロジェクトほど何でしたっけね、中間管理職っていう言葉を思い浮かべたことはないです。バランス取りにそうですね、必死でしたね。そういうのってどうやって解決していくんですか。そうですね、例えばですけども、初期の頃って、VA っていうどこでも飛んでいけるっていうものになってしまうんで、フィールドを作るっていうのはある程度の広さを作ればいいと思うんですけども、街に関しては先ほども言った通り裏側を作んなければいけない街としての構造の
その整合性を取らなければいけないってことで工数がすごく跳ね上がってしまうんですね。なのでそこはもうデザイナーからも街では VA しなくてもいいんじゃないとかそういう話もやはり出てましたし、途中でジャンプを入れるべきかどうか、VA があるんだからジャンプ入れなくていいじゃんとかそういう話も出たりとかそういうことはあるんですけども、やはりそこはもう話し合いだったりとか、じゃあ工数を抑える話とかをしつつ進めていくしかないですね。具体的に言うと、例えば街はじゃあ広くしない代わりに上へのそのジャンプしたことによってどこかに乗れる場所、上への空間の広がりを用意をしてくださいというお話をしたりとか、いろいろ解決、間を取ってって言い方はおかしいですけども、解決案を出して進めていったということです。結構具体的に揉めた件、町の VA っていうのは結構揉めたんですけど、結局ですね、行ける範囲がちょっと広くなっちゃうので、町の外と町の中だと VA で飛べる距離変えてあるんです。感覚的には同じぐらいで行けるにはなってるんですけど、街の中では VA がそんなに飛ばないようにしたりとか、そういう調整を入れたりとか、ジャンプも最初はなしで進めてたんですけど、実際ユーザーのテストみたいなことをやるんですよね。そうすると必ずジャンプを入れてくれって言われるので、それをもとに、こんだけユーザーが入れてくれっていうふうに言うんだから、入れるしかないよねって、そういう説得の仕方をします。でもアクション性が高くなってて空飛ぶ自由度があって考えるとジャンプない方が不自然に感じちゃうかもしれないですね。そうですね、はい。なるほど。こちらの VA は大変だったということも分かりました。他にもリンクコンボのボタンを4つにするかとか、こういうのもいろいろ揉めたんですか？やっぱそうですね。最初ジャンプが右のショルダーボタン問題もあるか、あったんですけども、スキルコンボをいっぱい作りたいよねユーザーは。なので4つ分はスキルコンボとしてジャンプは違うボタンに配置しようよっていう話もあったんですけど、ジャンプは罰やろがいっていう、その何ていうんですかね、ファミコン時代のいつの間にやらそうなってますよね。そうですね、そういう人間もやはり多くてですね、自分もそちら派だったんですけどただシステム上は確かに4つ用意した方がいいけども、やはりこの遊びとしては罰にジャンプをあった方がいいんじゃないかってことで、そういう揉め方はやはりしましたね。確かに刷り込まれてますもんね。ジャンプは罰だっていつの間にやら。サードパーソン系とか FPS が出始めてから全部そうなってますね。押し込むとしゃがむし大体そうなってますもんね。でもおかげですっきりしてみんなに遊びやすくなってると思うのでとても嬉しいことですが、他にも、デュマ、今作ではデュマという球体に近い機械の仲間がいると思いますが、こちらのデザインはどのように行われたんでしょうかと。これもようできてますよね。こちらに関しては、一番最初からシナリオシステムともに中心となるキャラクターでしたので、最初からデザインに関してはだいぶこだわりがありました。で、コンペではないですけども、うちのデザイナーメンバーにイラストレーター以外のメンバーもですね、含めていろんな案を出してもらったんですけどもなかなかこれといったものが決まらずですね、最終的にはちょっとデザイナーの中心メンバーと自分とでですね相談をして、そのキャラクターの設定だったりとか立ち位置で、その種族であるスコピアムの設定をもう全て箇条書きにして起こして、それをデザイナーに渡して、こういう要件だけは入れ込んでくれっていうところをもう全て伝えて、もうやり取りをして最終的に決まったっていう状態ですね。なるほど。これはじゃあキャラデザイナーの秋満さんじゃなかったんですね。これはじゃあそうですね、秋満さんに書いてもらおうっていう話も一時期は出ていたんですけども、中心のキャラクターなんで、開発内部で作った方がその要求だったりとかそういうものは組み込めるだろうということで作りましたね。僕らの世代は秋満さんの絵で育ってるもんですかね。ストリートファイターから始まり、僕アニメでもなんだろう、モーレスパイレーツとかでもお世話になってるか、画集とか持ってますからちょっと嬉しいんですよねぜひ皆さんね、こちらのキャラクターもね、秋葉さんのツイッターフォローするとスター社に関するのめちゃくちゃリツイートしますぜひ皆さんそちらも見ていただきたいなと思いますが、さあ、トライエースさんでは開発にアスカエンジン、こちらのアスカエンジンのお話を今度聞きたいんですが、アスカエンジンという独自のエンジンを使っているとお伺いしました。こちらについてもちょっと聞いていきたいんですけど、アスカエンジンというのはどういった感じのものなんですか？今世の中にはそのエンジンを使って開発するっていうのは結構メジャーになっていて、アンリアルエンジンとか、あとユニティとかで、その中でトライエースっていうのは独自の自社エンジンを開発してまして、
インフィニット・アンディスカバリーからスカイエンジンをずっと使って開発してるので、XBOX のゲームですね。そうですね。で大手のゲーム会社って自社エンジンを作ること結構多いと思うんですけど、トライエースの規模で自社エンジンってのはなかなか珍しくて、しかも僕ちょっと入社してびっくりしたんですけども、大体全てのプロジェクトで使ってるんですよ。だから例えばスマートフォンのゲームとか、もちろんコンシューマーのゲームもそうなんですけど、普通はそんなにスマートフォンのゲームも含めて全部同じ自社エンジンっていうのはなかなかすごいなと当時思いましたね。でこれ、弊社の社長の五反田がやっぱずっとそのアスカエンジンの開発トップやってるので、それもやってらっしゃるんですね。なのでそういうふうにやっぱり全社で使うっていうのはやっぱその五反田がやっぱり研究開発部の部長兼リードプログラマーとしてやってるからかなと思いましたね。エンジンまで社長作るんですね。そうですねしかもだってね、技術が進んでいってハード面がやれることが増えたら、そっちのエンジンもやっぱいろいろメンテじゃないけど変えていかなきゃいけないわけですもんね。そうですね、すごい労力かけてると思います、で社長がやってるんですよね。そうです。小田さんすごいですね。なんかもうバケモン級の天才ですねなかなかハイスペック社長がいらっしゃることも分かりましたが、さあゲーム開発に関するお話を聞いてきましたが、次はですねお待たせしました、話の根幹となる大事な部分、シナリオ制作についてお話を聞いていきたいなと思います。まず、若原さんに、本職小説家、若原さん、本職小説家って言い方でもいいんですかね。なんかシナリオライターでもありますけども、小説家でやってらっしゃいますが、スター・オーシャンと関わることになったきっかけは関わること、先ほどから申し上げている通り子供の頃からの大ファンで、ただ実際に仕事として関わるようになったのはそのスター・オーシャン・アナムネシス、さっきから何回か話題に出てるスマートフォンゲームですね、あれがリリースされてしばらく経った頃で、僕はもう、単純にファンなので、しかも素晴らしいモデルで過去作のキャラクターで遊べるってなって、もう一時期僕のツイッターがですね、このアナムネシスのガチャの成果を報告するためだけのアカウントになってた時期があって、でその途中でもうすごいアプリとして成功し始めるっていうのが肌感で分かり始めた頃に、これの小説書いてみたいなみたいなことをツイッターで本当にもう全く本気じゃなかったんですよ。本気じゃなかったんですけれどもそんなことがあったらいいなっていう、将来パイロットになりたいみたいな、そんなノリのそんな子供がそういうふうに無双するレベルでポッてやったところ、それが開発チームの目に留まり、ある日ですね、電撃文庫の編集部からスクエニさんから連絡が来てます、スター・オーシャン・アナムネシスの小説書いてくれないかって言ってきてるんですけどどうしますかって、えってなって、スクエニにもきっとエゴサの鬼がいたんですね。いやで話を聞くとどうやらその開発陣の中にですね、働く魔王様のアニメをご存知だった方がいて、とにかくそれで電撃文庫にアナムネシスのプロデューサーの甲斐さんがいらっしゃって、なるほど。で小説を書くことが決まって、でその時は本当に電撃文庫でただ小説をゲームのノベライズっていう形で小説を書く、もうそれだけでももう胸いっぱいいっぱいであったんですけれども、で書き終わってから正式にアナムネシスのが今1期目のシナリオがそろそろ終わるので2期目をやってくれと。はあ、すごっ。で2期目のシナリオ、アナムネシスって最初なんて言うんでしょう、一つ一つ惑星をストーリーモードだと惑星を登場人物、プレイヤーが旅していくっていう形だったので、僕はそれになんか惑星を 1,2 個付け足すぐらいの気分で最初書いたら、いやそうじゃないんだと、一本でっかい話を書くつもりでやってくれって言われて、そうですね、アナムネシス、スター・オーシャン・アナムネシスツインエクリプスというタイトルで、長いシナリオを書かせていただいたことが本当に正式にこのゲームに、関わった最初の仕事でしたね。そこから6はどういう流れだったんですか？それがこの6の話を初めて聞いたのが、まさにそのツインエクリプスをやってる最中で、でもそうでしょうね、時期的には。もう時期的には。ただ本当にその時はそろそろ始めようと思ってるんですよぐらいの話で、僕もそうなんだ、始まるんだ、楽しみだなぐらいの感じだったんでまたファンに戻ってたんですよね。いやもう完全にファンに戻ったんです。ちょっとツインエクリプスの仕事が一段落した頃に本当にそういうアイデアが出てるんですぐらいの話を、ただ僕はもうその時点ではまだアナムネシスにずっと関わることが決まっていたので、
楽しみだなっていう本当にそれしか考えてなかったんですけれどもまあ実際にそのアナムネシスの、3つ目のシナリオを書き終わった後正式に6に参加してほしいとでまたあ分かりました、まあ、その頃まあ多少はアナムネシスのおかげで、はいまあ、ゲームのシナリオというものを分かった気になっていたので、そこまで強い緊張はある意味ではなかったんですけれども、まあ、実際にやっぱり決してねその規模を比べるわけではないんですけれども、やっぱりコンシューマーなのでプロジェクトも大きいし考えることも大きいので、そうですね、実際に作業が始まるまではやっぱり緊張はしましたね。はい。そうか、まあさっきちょろっと出ましたけど「働く魔王様」という作品で僕もねアニメ出させていただいているので中原さんとちょっと面識があるんですけど、プレッシャーもあったしワクワクもあったと思いますが、シナリオ制作に関してユーザーさんからこのようなお話が来ております。ゆめかさんからスターオーシャン6はシリーズでも際立って話の運びが丁寧であることがとても印象的でした。ありがとうございます。それでいて話のテンポが良かったのは若原先生のおかげでもあるのかなと感じています。ありがとうございます。テンポってでもゲームやっていく上で結構大事ですよね。そこら辺とかやっぱお話し合いはするんですか、やっぱシナリオ面でも。実際にまあ、さっきからごめんなさい小説家と脚本家と僕はいちいち分けて話しているのはやっぱり小説って字の文に情報の伝達を依存することがすごく多いので、やっぱりちょっと分量を書きがちなんですね。でさっきもお話しした通りそのユーザーがただコントローラーを握ってるだけの時間を作りたくない。話すべきところは話すけれどもテンポよくいかなきゃいけないってなった時に結構何でしょう、テンポよく進める上でいわゆるフィードバック、書いた原稿に対するフィードバックでちょっとここの分量は多すぎますと、やっぱりまあ、シナリオを出して実際に開発していただく段階でタイムキーピングっていうんですか、あれでやっぱりここだと時間がかかりすぎる。でワンイベント、どんなに長くても10分オーバーするものは本当に限ってほしいっていうのがかなり最初期のオーダーとしてありましたね。だからレイモンド編のオープニングがあれ多分全イベントの中で最長ぐらいの感じなんですね。でそれ以降は本当にできるだけユーザーがボタンを押せるタイミングを時間を長く取るっていうことがもう本当に最初に厳しい条件としてあったので、そういう意味で何でしょう、僕のおかげというよりはそういうふうに、僕もコンシューマーの開発に関わるのが初めて、そもそもゲームに関わるのが初めてなので、その開発の方も向井峠さんももちろん荒川さんももちろん五反田さんももちろん則本さんももちろんいろいろなことを教わりながらシナリオを書いていくっていうタイミングがすごく多かったんですね。なんで本当に僕のおかげと言っていただいてありがたいんですけれども、やっぱりそういうふうに勉強させていただいた中でやっぱりみんなでこの店舗を作り上げて生かしてもらったっていう印象がすごく強いです。だってもうみんな五反田さんに至ってはもう一からずっと作ってくださってるし、だからゲームのノウハウは当然ある方たちもいっぱいいらっしゃるから、そういう方たちとお話ししてブラッシュアップして形になったということですけど、またね五反田さんのお話が出ましたが、五反田さんはこれも役割は違うっていうのは当たり前で、五反田さんは基本プロットだったんですよね。プロットっては簡単に言うと箇条書きじゃないけど大まかな流れですよね。プロットというとそういうものを想像されると思うんですが、これも現物をぜひちょっと見ていただきたいんですけれども。お宝があるんですか？ですね、ちなみに今そこに積んであるのが収録台本ですよね。はい、じゃあそれから先にお話しましょう。これもなかなかの量ですよ。すごい量ですよこれ。これがですねメインシナリオの部分ですね。だからプレイヤーがプレイするときに、この部分これをストレートで遊べばそれってことですね。これっていうことですね。100% のプレイヤーが見るものがこれ。でもそれ以外のいわゆるこのスターオーシャン特有のプライベートアクションとかそういうものはまた全く別にあって、例えば街のねモブのセリフとかもここには一切入ってませんし、でこうなる前の五反田さんのプロットというか原案というのがですね、そうか、原案って言い方分かりやすい。そうですね。一般的に言うとねプロットって漫画のネームだったりとかちょっと簡略化したものが並んでる感じなんですけれども、これがですね収録台本レベルじゃないですか。これが五反田さんからいただいたプロットです。厚み比べるとこんな感じ。いやでもそんなにあるんですか。
まあ、ワードを立ち上げて、はい普通に出てくる A4 のあれで441枚、はいはい、文字数にして33万文字オーバー。ハリー・ポッターぐらいありますねまあそうですね、電撃文庫の 2.5 冊分ぐらいのはい。それがプロットなんだ。これがプロットなんです。読んで理解するのも大変な量ですね。でもいやもう読むだけでまあそれは偉いことですそれにやっぱり五反田さんはものすごく SF に造形が SF に造形が深いし、実際の物理や数学に関してもものすごい造形が深い方なので、それに関しての詳細がものすごいあるんですよ。なるほどなるほど。話題に上がったデュマの機能の一つにですね、まあ、サーチがあって、まあ、実際にゲーム中でそれやると宝箱の位置が分かったりとかあるんですけど、あれがどういうシステムで動いてるかっていうことが、まあ、2枚ぐらいかけて書いてあるんですよ。ゲームでは絶対描かれないやつですよねサーチ機能あるんだで俺たちが住むやつですよねとかまあ、この甲虫間の諸言がどうなってるかとかはあいつか見せたいですけどねそれもおもろそうですけどね。これもなかなかねまあ、なかなか難しいですけどね。ザ・ディバイン・フォース原作って原作ですねもう。でまあただやっぱり先ほどね、向井峠さん荒川さんおっしゃってる通り五反田さんマルチにやられてる方で、すごいですね本当、はい、でまあスター・オーシャンのその第1作目から五反田さんの中にはこのいわゆるスター・オーシャンサガっていうんでしょうか、その五反田さんしか知らない、まあ、スター・オーシャンの世界観の設定であるとかそういうものもたくさんあって、ここから以外もやっぱり読み取らなきゃいけないものがたくさんあったんですね。まあ、これは例えば過去作の、まあ、アイデアであったりとかネタであったりとか物語であったりとかも、まあ、かなり細かく拾った上でのなるほどこうでそこには載ってない他にはまだもうちょっとあると、はい、すげえことになってましたね。でもこうゲームってこういうことなんだろうな。やっぱ一つの大まかなものがなければやっぱシナリオも作れないですもんね。それをやっぱ五反田さんがやっぱスター・オーシャンといえばというのをやっぱ作ってくださってたということなんですね。この段階では存在しなかったキャラクターとかもほうなるほどいたりするので、お話を作っていく上でもう一人いた方がいいんじゃないみたいな、はい、この中にはなかった設定が、まあ、必要になって生まれたりということもあって、こういうことを、まあ、五反田さんからこれいただいて読んで、でここになる前にさらに箱書きっていう段階があったんですね、ここに至る前にどういう筋でこれを整理して、話を進めていくか、それでずっともうひたすら五反田さんと打ち合わせが始まると、もうここをこうしようここをこうしようここはこうしてくれここはこうしなきゃいやここはこうさせてくれっていうことをひたすら話し合っていく。なるほど、はい、で最後にそこに行き着いたと、はい、皆さんがそれを遊んでくださった、はい、ということですが、じゃあちょっとユーザーさんからもですねシナリオに関する質問が来ております。くもねこさんからの質問です。ヘルガー肺化病について、今までも病気という概念はシリーズ内でも見られましたが、今回は病理学、細菌学、衛生学についての起源、歴史、手法などの解像度が段違いに高くなっていると感じています。これはやはりコロナ禍を経験し、また渦中にあるからこそのシナリオだったのでしょうかと。で、まあ、シナリオ自体今のお話聞いて開発のこととか考えると多分コロナ禍より前に書いてますよね。そうですね。まあシリーズスター・オーシャンのシリーズっていうのはまあ割と病というものについて語られますし、それ安本さん出演していただいている4のラストホープでも、まあ、伝統シリーズ伝統っていうとあれですけれども赤化病っていうものが取り沙汰されたりもしていたんですけれども、その先ほどもお話しした通りこの分量はまあ一朝一夕にかけるものではなくてですね、僕は話を聞いた限りだとおそらく下手したら2017年ぐらいからこれ考えてらっしゃった18年じゃあもう前作5が出てすぐぐらいからもやってらっしゃる可能性はありますね。そうなんですよね、まあ、正式な正確にどこからどこまでっていうのは僕も知らないんですけど、ただ僕はその正式に引き受けしますって言ってトライエースさんに伺って五反田さんとお話をしたのがですね、2019年の2月とかだったんで、まだ東京が最初の非常事態宣言が出るよりも前のことで、その時点でこれはもうできていたので、はい、この病気の解像度自体はシンプルに五反田さんがその病というものを描くにあたって勉強なさったというか、はい、これはシナリオ全般通してそうなんですけども、例えばその物理現象であるとか、
あとは数字ですね、交中間がどういう速度でどうこうとか、どういう距離で何日かかってとか、こういうことはですねかなりもう厳密に計算しているので、よほどの理由がない限りは絶対に動かさないでくださいって言われてたんですよ。で病気に関しても、割とそのあたりは厳密に決められていて、ヘルガー肺化病ってこの病名だけ僕は好きなんです。病名だけはなかったんで、だからこういう症状があって、だから実は多少気を使わなきゃいけないのかなっていう話が出たこともありました。ちょうどこれを書き始めたシナリオに起こし始めた頃に、世界中にコロナが蔓延し始めたんで、ちょっといろいろな意味でデリケートに扱わなければいけないかなと思った時期もあったんです。ただやっぱりこの話を続けていく上でちょっとこの病を外してしまうと、割とシナリオの哲学の根幹に関わってしまうので、いやこれは逆にきちんと誠実に描いていこうというふうに決まったことでしたね。だからこれもやっぱりさっきのデュマのシステムの話じゃないですけれども、五反田さんがもう最初から解像度を上げられて作られてた話でした。五反田さんとお仕事一緒にやってみて、もちろん若原さんの中での仕上げていく部分もあるけれども、五反田さんだからこそこういうのあるんだみたいなインパクトになったこととかってあったりしますか、その中に。例えばなんですけど、僕は五反田さんの作家性をものすごく強く感じた出来事というか、レイモンド編のオープニングをやると、主人公のレイモンドと一緒にクロエが一緒に落ちてくるんですけれども、実はこの話だとですね、最初はレイモンド一人で落ちてくる話なんで、クロエ一緒に落ちてこなかったんですよ。ただちょっとそれだと物語の冒頭とかレイモンドの動機づけにちょっといろいろ不備が発生してしまうので、クロエを一緒に落としていいですかっていうふうに提案させて、そしたらクロエはどの方向から落ちてきますかって言われたんですよ。ってなったら、このアスター4号星はこういう方角にこういう速度で自転しているので、なるほどどうしましょう。できればこういう方角で落ちてほしいんです。でその後、クロエが落ちたんだったらクロエのポットがありますけど、これはどうしますか、これが残ってると大変なんですけどって。でしばらく考えて、海に落とすのはどうですか、それだったら大丈夫だと思います。で言ってしまえばさっきのデュマのそのシステムの話じゃないですけれども、クロエのポットがどう処理されるかってのはそこまでユーザーには重要な情報ではない。ただそこをないがしろにしてしまうと、やっぱり後からこのシナリオを深く理解しようと思う人たちには、あれそういえばあそこおかしくないっていうふうになってしまう。まんまいたんだろうみたいになっちゃいますもんね。だからそのレイモンドのポットと、エレナのポット、あとクロエのポットがどういう方向で落ちるのかっていうのをものすごく気にされてたんですね。これは僕自身も自分が小説を書いてそれをアニメにしていただく、漫画にしていただくっていうようなことを経験しているので、そんな中で僕自身もユーザーにとっては重要じゃないんだけど、この世界観にとってはものすごく重要なことだから、頼む、ここはこだわってくださいっていうようなことをものすごく何度も実はお願いした経験があって、だからこそこれはこういうことだっていうふうに思うことがものすごく多かったですね。いや気づきないですよね。だって考えないですもん、そんなこと。すごいですね。だからそのゲームがどうこうっていうよりも、五反田さんっていう人の作家性についてなんて言うんでしょう、大きく影響もあったし、学びもしたし、感動もしたし、と同時に作家と作家が対峙するとこんな面倒くさいことになるのかっていうちなみに若原さんがこの作品において追加といいますか、若原さんが作った設定みたいなのあったりするんですか？唯一っていうわけでもないんですけれども、アベラルドの、腕の設定ですね。アベラルドの左腕は義手になってるんですけど、原案ではそういうことはなくて、普通の腕だったんですね。ただなんて言うんでしょう、先々登場するスコピアムであるとか、そういうシナリオにつなげることと、あとはアベラルドがですね、ただの姫のお付きになってほしくない。彼には彼にこの物語の中で
乗り越えるべき人生の課題を乗り越えてほしい、実際にこのアベラルドにこの義手っていう設定を与えてからもう全部のキャラクターにこの旅を通じて乗り越えてほしい課題を設定してそれを乗り越えてもらうっていうことを、自分に言い聞かせて作ることにはなったんですけれども、アベラルドの腕を義手にさせてくださいっていう話を、したことによって例えばそのマルキアというキャラクター、トラス専属というキャラクターというか背景ですね、設定が生まれたりとか、あとはそのアベラルドは未開惑星の人間なので、SF の世界宇宙に出てしまうと影が薄くなってしまうかもしれないっていう危惧がちょっとあったんですね。だけど彼が他の種族から移植された義手を持っているということは、話の後半でスコピアムという存在と人間が融合することに対する倫理のハードルをちょっと下げることにつながるんですね。なるほどなるほど。なので最序盤に明かされる設定であるんですけれども、言ってしまえばそのスパイスのように底の方でシナリオに聞いていくようになるのでお願いですからこれやらせてくださいって言ってアベラルドの腕だけは強く主張してその設定を作らせていただいたところですね。それ以外だと特別何かちょっと大きな設定を作らせていただいたっていうことはちょっとないですかね。やっぱこれが一番大きなことだったと思う。全シナリオに影響するという意味で、ベラルドのその手があるからことによって、マルキアとかがちゃんとより生きるようになる、そういう。でも一個でもそれってのは最後の着地点を考えたからそれ必要だなっていうふうに序盤の方に紐をつなげたみたいなことなんですか。作劇上そういうふうになることもあればなってない部分もあって、最初は本当に単純にアベラルド自身にも強い物語を与えたい、ドラマを作らせたいと、っていうことっていう動機だけだったんです。ただ先ほどもお話しした原案から脚本に行くまでの箱書きでアベラルドにかこういう義手の設定があればここにもつながるここにもつながるという、これは後から発見していったパターンかもしれないですね。あとお名前もキャラクターの名前もじゃあそう名前というかフルネームですね。なるほど、レイモンド・レティシアとかはあったけどフルネームはなかったんですか。ですね、フルネームがあったキャラクターが限定されてたんですよ。レイモンド、レティシア、ニーナ、アベラルド、ミダスの5人はフルネームが決まってたんです。ただ他のキャラクターは、ファーストネームだけで、名前は一切決まってなくて、あと一応あれか、ボルドール皇帝、とゲラルド皇太子は決まってました。なるほど、国ですからね。そう国に関わることなんで、それ以外に例えばライバルキャラというか敵キャラであるビープスの3人、ベランジェ、ガストン、ロラとか、あとは銀河連邦の後から出てくる軍人さんたち、マリエルも決まってたか、マリエルも決まってたね。ただそういうプレイアブルキャラの中でもよりその五反田さんの中にあるスター・オーシャン・サーガの中心に近い人たちは決まってたんですけども、そこから少し距離があるとフルネームが決まってないキャラクターも多くて、そういうところはつけていいですかって言ったらどうぞ。なるほど。でも名前がしっかりあった方がなんか愛しやすいところもありますかね。もちろんわざとフルネームじゃなくても1個だけっていうキャラもいたりもするけど、なんかよりなんか生きてる感を感じるから僕はそういう細かいところ好きなんで、それでおかげで例えば当然単純に名前がきちんと設定されることできっとユーザーの方の愛着も湧くだろうっていうことと、あとはこれはある意味自己満足ではあるんですけれども、マリエルというキャラクターがそのシリーズずっと続いているケニーという一族の、末裔であると、これは過去のユーザーにある意味ファンサービスじゃないですけれどもそういうような訴求力があって、かつ物語の後半にはマーヴェリックという姓を持つキャラクターが出てきて、これは SO4 をやった人だったらピンとくる。で実はあともう一人過去作に登場した名字というか、ファーストネームなのかファミリーネームなのか当時決まっていなかったんで、ちょっと仕込んではあるんです。じゃあ見つけていただければと。気づく方は多分すぐ気づくし、実はいるんですけれども、いろんな遊び方ができるようですので、皆さん見つけておって思ってくださればいいなと思います。ありがとうございます。さあ、スター・オーシャン6の制作に関するお話はいろいろと伺ってきましたが、ぼちぼちエンディングのお時間となってしまいました。最後にお一人ずつ質問にお答えいただきたいと思います。ではまず和賀原さんからいきましょう。和賀原さんにとってスター・オーシャン6のシナリオの進化とは。
シナリオの進化、はい、そうですね、僕自身はこの物語に参画したのは今回が初めて1回目なので、それ以前はずっとユーザーなので進化を語るのも若干おこがましいとは思うんですけれども、実際に五反田さんの原案原作に触れて、なんてまだまだ、宇宙のように深い奥行きがあるんだと、感動したんですね。なんでなんて言うんでしょう、先に進めば進むほど、宇宙の秘密を人類が解き明かすようにきっとシナリオもこれから進化をしていくのではないかなと。でもし可能であればその進化の手助けをもう少しできたら嬉しいなと思う所存でございます。ありがとうございます。でもファンだからこその目線を持ってるっていうのは僕は素敵なことだと思うんで、これからもスター・オーシャンのオタクで居続けてください。お願いいたします。さあそして荒川さんにお伺いしたいと思いますが、スター・オーシャン6の遊びの進化とは。そうですね、スター・オーシャンって実はそのシステムだったり遊びに対して特徴っていうものがあるわけではないんですね。これだからスター・オーシャンであるというものはない。なのでもうそこに対してはやはり世界観っていうものが一貫してあるので、その世界観を壊さないように、プラスその時々によって一番面白いと思うものを取捨選択して作っていくっていうのがスター・オーシャンの進化だと思っています。なので6に関しても4、5と全然違う遊びになっていると思いますので、楽しんでいただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。その進化は、体感できますのでぜひ遊んでください。皆さんもお願いいたします。さあ最後に中井峠さんにもお伺いしたいんですが、今作におけるスター・オーシャンの進化とは。スター・オーシャンの進化、シナリオ、ゲーム性、あるいはエンジンとかさまざまなものが進化したと思うんですけども、スター・オーシャンの進化っていうのはやっぱトライエースの進化とともにあったのかなと今日の話を受けて思いました。今トライエースはすごい頑張ってますし、これからスター・オーシャンとともにより一層進化してほしいなと、そのように頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございます。25年ですもんね。はい進化しますよね。そうですね。でもこれからもね、ナンバリングタイトルっていうのはやっぱね続々と出ていくものだと思っておりますし、いつかまた7とか8とかも出た時にさらなる進化が体感できるといいなと私たちは思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして本日は以上になります。本日は誠にありがとうございました。じゃああちらに向かって手でも振りましょう。ありがとうございました。